こんばんは、ミクです。お久しぶりの Vlog です。アメリカのアリゾナ州に行ってきて、そしてその動画をね、先週公開させていただきました。本当にたくさんの方に見ていただいて、そしてたくさんの温かいメッセージ、本当にありがとうございます。一旦ね、旅は落ち着いて日常を楽しんでいこうかなと思うんですけれども、今日ですね、撮影日なんですが、ちょうどね、もう今日朝からね、東京は台風の影響でも大雨で、爆弾低気圧っていうんですか、もうそれがすごすぎて、体が重たい。今日は雨の日だったので、本当にいろんなことをね、家でしたいななんて思ったんですけど、途中ね、ちょっともう横にならないともう本当に体重すぎて耐えられないということで、ちょっとね、お昼寝しました。今日はゆっくりしようという感じで、リハビリのようにゆっくりね、こう日常に戻っていければいいななんて思っています。で、この日常 Vlog がね、なかった期間、いろんなことが進んでいまして、まずですね、今日かな、それか明日ぐらいに、こちらヒンクヌンクから販売したレザーノートブックカバー、こちらの発送が始まりました。大変お待たせしました。こちらご購入いただいた皆さん、まだかなって思われてた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ただいま発送中ですので、皆様のお手元にね、間もなく到着するんじゃないかなと思います。このノートに皆さん日記をしたためていただいても、お仕事用に使っていただいても、旅とか行った時のね、トラベルジャーナルだったりとか、自分の好きなものをこうスクラップして使っていただいても、もう好きに使っていただければと思います。まずこちら、発送が始まりましたよというお知らせと、あとはもう何と言ってもこちらじゃん、一人で旅するフィンランドという、去年2025年の7月1ヶ月間一人でフィンランドを旅した時の旅日記というんですかね、それが5月22日に発売開始されました。皆さんたくさんご購入いただきまして本当にありがとうございます。このフィンランドのジンをね、発売した時はアリゾナにいたんですけど、もう本当にたくさんの方に購入していただきまして、初版1万部吸っていたんですが、1万部ちょうど丸3日で完売することができました。本当にありがとうございます。去年旅に行って動画を出したりとか、あとはジンに対する思いっていうのをちょこちょこね、動画で発信させていただいて、それに多分皆さんが共感してくださったのかなって、その初動の販売の推移を見て思いました。本当に心から感謝してます。ありがとうございます。で、その後買えなかった方もたくさんいらっしゃったみたいで、すぐに2すり目をね決断して、現在ね、ヒンクヌンクの公式サイトからこちらお買い求めできるようになっていますので、フィンランドのジン気になった方はぜひお手に取っていただけると嬉しいです。で、実際のこう出来上がった本っていうのはまだ私の元に届いてなくって、このね、実際どれぐらいの本の分厚さになるのかなっていうのでサンプル出していただいて、もうこれぐらいですね。もうジンではない厚さ、測ったらね3センチありました。写真がおよそ220ページで、文字は10万字を超えています。なのでこれぐらいの分厚い文庫本サイズの本が皆様のね元に届くかなと思います。で、こちらがね、文章以外の写真とかイラストのページの色光っていうんですか、色味だったりそういうのを確認するものですね。データがここにあって全部確認済みなんですけど、毎日こういう感じでコーディネートの写真と、気温と服のブランド名みたいな、これねほとんど毎日入ってます。なのでこれから夏にフィンランドに行かれる方、これぐらいの気温だったらどんな服着たらいいのかなってすっごい悩むと思うんですけど、この写真のページを見ていただければ、あ、これ持ってったらいいねっていうのが分かるようになってます。あとはね、こういう感じでなんかちょっとこうイラストのページがあったりとかします。あとはこういう風に自分で自炊したもの、そういう写真にちょっとね字だったりとかイラストを加えていたりとか、あとシナモンロール食べに行った時の感想とかね、そういうちょっとレポ的なものとか、あとはこういう風景のね写真だったりとか、もう本当にいっぱい文字以外に写真とイラスト載せてます。もうほんとこんなにいっぱいあって、この写真とイラストだけでもね、もう本当に本になっちゃったんじゃないかっていうぐらい盛りだくさんです。スーパーで買って美味しかったものとか、あとはアイスとかね、結構ね動画で見せてない部分いっぱい載ってます。はい、ファッショニスタ、ヘルシンキの街にいたファッショニスタをねイラストにしたりとか、先ほど見せたように写真とイラストだけでも結構楽しめると思うので、読書とかねちょっと苦手意識がある方もちょっと楽しんで読んでいただけるような、そんな内容になってるんじゃないかななんて思ってます。
いやーでも本当ドキドキですね。もうなんせこう皆さん中身を全く見ずに購入してくださっていて、でそれがもう1万部すでに売れているということで、皆さんにどんな風にこのフィンランドの1ヶ月のジンが受け取ってもらえるのかっていう、この手に取ってもらって嬉しい気持ちと、皆さんを満足させることができるのかっていうこの緊張感で、未だにねそれを考えるだけでちょっと震えるというかドキドキしちゃうんですけど、3年前とか4年前とかに初めてね本を出した時に、本書くの夢だったのに苦しかった部分もあって、本を書きたい、本を出版したいって思っていた過去の自分、その自分は自分の書く文章にちょっとこう自信があったりとか、なんかちょっとこううぬぼれてたねところがあって、でもいざ実際ね本を書こうとすると本当に書けないんですよ。深夜から朝方までずっと机に向かっても何も出てこなかったみたいな人がざらにあって、でもなんかそういうまだ未完成な荒削りな自分だからこそ書けるものはあるんじゃないかって信じて、最後まで諦めずに執筆して、でそれでたくさんの方に手に取ってもらって、で読んでもらった後に本当にこういろんなね意見をというか感想を目にして、それでこう勇気づけられた部分もあれば、ちょっとこう傷ついたりとか、そういう瞬間もあったりして、なんかちょっとね後悔もしたりとか、そういう瞬間もあったんですけど、ある日街中でばったり会った視聴者の方、その方が本をね買ってくださった方の一人で、いつも持ち歩いてますって見せてくれて、その本がもう本当にボロボロで、もう本当にたくさん毒イヤつけられてて、何度も何度も読み返してくれたんだなって思うほどボロボロだったんですよ。でそれを見た時にもう本当に泣いちゃって、私本を作ってよかったってその時思ったんですよ。もうこの瞬間があったから、あの時こう悩みながらもがきながら自分の中から出た文章っていうのが誰かに届いたんだと思って、すごく嬉しくて、それがこう自分の中で大事なね宝物の一つになっていて、その時に本を出版するっていう夢が自分の中で叶ったってちゃんと思えて、だからこそもう2冊目とか3冊目とか本書くことないなって思ってたんですよ。でも去年何の表紙かわからないけど、もう一回本書きたいって思ったんです。でその書く場所っていうのを日本じゃなくて、自分のねその時すごく好きなフィンランドにしたいって思って、ものすごい勢い余ってフィンランドに行って、でその1ヶ月で思ったことをここにね約1年かけて集約させたんですけど、今回のこのフィンランド一人旅のジンは本当に楽しく書けました。その1冊目が本当に全然楽しくなかったっていうわけではないんですけど、その1冊目とはまた全然違う心持ちで書けたというか、1冊目は自分の今までの人生だったりとか自分のことについてを書く本だったので、自分の中から出すものっていうのはすごく難しいものがたくさんあったんですけど、こういう旅を通して自分を見る、旅を通して人生を考える、そういうことに関してはすごく楽しく書けるし、スラスラ言葉が出てくるんですよ。だからこんなに分厚くなっちゃったんですけど、この方法だったらまた本を出せるなって確信したんですね。旅日記形式なので、ちょっと短編みたいな感じで一日一日区切って読んでいただくこともできますし、本当にねすごくラフに読めると思います。本当に何も起こらない日もありますかと思いきや、地元の人とコミュニケーションをとって、そこからこう自分のことをね顧みて内省したりする日もあるし、孤独にひたすら向き合って怯えたりしてる日もあるし、純粋に美味しかったものを熱くオタクみたいに語ってる日もあるし、こうバーってね一気に読んでいただいてもいいんですけど、寝る前にね1日ずつ読んでいただいてもね楽しめる、そんなね、本になってるかなと思います。もう本当になんていうか、私と彼以外誰も読んでないんですよ、この本発売まで。だからもう本当に不安で、自分の中ではもう本当にこう写真もイラストも交えて結構ね楽しくつらつらと読みながら、時々ハッとするようなそんなことがね散りばめられてるんじゃないかななんて思ってるんですけど、もう本当にこれはもう本当に蓋を開けてみて皆さんに読んでいただくまではもう本当にどういう風な反応いただけるのかわからなくて、でも本当に一つだけ言えるのは、今
発売するのが本当にちょうどいいタイミングだったなって。楽しかったからこれを書くのが。私やっぱり本書きたいんだって。自分はその文章を書く人としてすごく未熟だっていうのは分かってるんだけど、でもそれでも書きたいってもう一回思わせてくれた、そんな本になってます。はい、ちょっと熱く語っちゃったんですけど、こちらのね本を販売してからまだこの本に対する思いっていうのを語る機会がなかったので、この場を借りてね、ちょっとここに込めた熱量だったり私の思いを皆さんにちょっとでも届いて手に取っていただける方が1人でも2人でも増えればいいななんて、本当に心からそう願っています。ぜひともよろしくお願いします。はい。で、第1弾、初版でね購入してくださった方は6月の中旬以降皆さんのお手元に届きますので、ぜひその際にはメンションつけて私に感想を教えてくださいという感じです。Seeing through a single eye, you're missing half of what this world looks like. In a sea that only feels half tide, there is more, and I know that it's yours and mine. But this is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. It can only get better. It can only get better. This is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. It can only get better. It can only get better.始まりました。最近のラジオ第66回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私はこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。久しぶりだね。なんか最近毎回ラジオのたびに久しぶりって言ってる気がするね。でもね3週ぶりぐらいだよ。アリゾナ行ってたからね。そうそうそう、かなり久しぶりのラジオになっています、はい、ゆるりと始めていきたいと思います。お願いします。お願いします。この3週の間にいろんなアリゾナも行ったしさ、いろんなことあったんだけど、まずはこちら、私のフィンランド1ヶ月の旅のジン、一人で旅するフィンランドが発売になりました。パチパチパチ。皆さん大変お待たせいたしました。一人で旅するフィンランドの本が私たちがアリゾナに行っている時に発売して3日間で予定していた冊数完売いたしました、はい、ありがとうございます。1万部ですありがとうございます皆さん。なんで1万部にしたんだっけ、そもそも。なんで1万部、いろんな理由があるんですけど、一つはあなたが一番最初に出した本が3万部だったんですよね。幸運は大胆な人が好きが発行部数3万部、でそれはあくまで全国の書店さんに販路を持ってる出版社から出したから、もちろん皆さん買っていただいたっていうのもあるけど、そういった販路にだいぶ助けてもらったところもあって、そういった数を取ることができたと思うんですけど、今回はあくまで自費出版ということで、100% うちから買ってもらわないといけないと、あなたは3万部超えたいと。でも俺はすごい現実的に、俺最初ね2000とか3000だと思ってた正直だから初版を、2000とか3000くらい刻みで、印刷していこうと思ってたから、それがリアルだったよね。そう、だったから見積もり出したら、とてもじゃないけど 2,3000 部ぐらいの印刷じゃ、もう1冊あたりの印刷代が高くなりすぎちゃって、そうね、ってなって、まあ1万吸ったらあなたが出したいって言った金額で出せるというところで、もうある種勝負だよね。いや本当めっちゃドキドキした。ちょっと前のさ動画でさ、なんかお金が使えませんみたいな、お金を貯めることに集中しちゃって、お金を使うことができないですってあったね、それお便りね。ですごい共感するんだけど、俺はこういうところには金をかけると
あ、自分がね。そうそうそう、うんうんうんでもし売れなかったとしてももうこれは勝負だとうんうんいうのが、まあ、年に何回かあって、うんまあ、それの最たるものですね。一番もうすっちゃえと思って。はい、なんか本当に心配だったの。なんていうか、そういうアマゾンみたいなところで売るわけでもないし、自分たちのホームページからどれだけの人が買ってくれるんだろうみたいな不安があったんですけど、なんか本当に皆さんがね、そう楽しみって言って買った後もなんかリストーリーしてくれたりして、ほっとしたし嬉しかった。そうね、うん本としてはさやっぱ読まれてなんぼだと思うから、うんまあもちろん手に取ってもらえるっていうことは嬉しいけど、うんまあ、このあとね実際に皆さんの手に届いてから、うんやっぱいいなってうん思ってもらえるものじゃないと、うんこっから先の2万部3万部はないと思うんでそうだよね、はい、まだまだここからめっちゃドキドキする写真とイラストで220ページぐらいかな、そうね、まあ、1ページに2枚とか写真入ってるから、うん、多分写真だけで言うともっと300以上あったんじゃないかな。すごいあって、プラス文字数でいうと10万字ぐらい。そうね、1冊目が4万から5万字の間だったんで、はいまあ、倍の文章量と、うんまあ、前回そんな写真は使えなかった1冊目ね、うん1冊目自伝だからさ、まあね写真とか使うってなかったもんね。なので今回はこの本のためにうん撮ったっていう写真がたくさん入ってるんで、うん動画を見た人でも、うんあって懐かしいと思うカットもあればっていううんうんうんカットもあるかなと思いますね。そうなんです。皆さん本当にありがとうございます。そして今初版が完売したので2刷り目に入っています。で2刷り目は特に部数を決めてないので、売り切れるってことは今のところないので、今からでもね、もし気になる方がいらっしゃったらぜひ概要欄からね購入していただけると嬉しいです。はい、はい、早く買っていただければいただくほど早く届くのでそうね、はいうんでこの本をさらに広まるにはどうしたらいいんだろうってすごく考えたんですよ。私たちは紅葉取り支店というものを設けることにしました。みんなはてなどういうことってなはってるとてな思うけど、うん、なんかあなたがちょっとさインスタで考えてますってアイディアをって言ってたじゃん。その後に私のインスタのサブスクのメンバーがなんだろうってみんなで会議しててなんか電子書籍かなとかイベントじゃないとかいろいろ言ってて、確かにねと思ったんだけど、多分そういう想像とは全く違うことを始めようかなと思っていて、皆さんに協力してもらってこの本を全国に届けたい、そういう意味で紅葉取り支店を設けました。詳しくはちょっと説明してください。そうだよね、さらに分かんなくなってるそうから詳しく。まあ、今回のこの施策っていうのは簡単に言うと、この本の卸業態をやりたいということですね。つまりうちからこの本を仕入れてもらって、ご自身で運営されているカフェや雑貨屋さんや美容室とかサロンとかね。サロンとかね、書店さんに限らず多分紅葉取りの中にはたくさんのそういったお店を経営されていたりとか、あとはそこに携わっていたり、まあ、はたまたアルバイトをされてたりとか、そういった方がたくさんいると我々は思っておりまして、でその店舗にこの本を卸したいので我々の支店となってそう販売をしていただけないかというそうです。ご依頼でございます。でその仕組みを今いろいろ作ってまして、まあ、いろんなね、まあ、バーコードを申請しないといけなかったりとか結構裏方のね、そういった業務で今ちょっと遅れてるんですけど、おそらく来週にはヒンクヌンクの公式サイトの方で通常でね、購入できるボタンと、その下の方に紅葉取り支店フォームみたいなものを設置しようと思っていて、そこにはお取り扱いいただける店舗の情報だったりとか、まあ、いろんな規約事項とかをチェックしてもらって、なるべくウィンウィンになる形で、これはなんでこういうことをするかっていうと、まあ、いろんな理由があって、まあ、一つはラジオをね何年もう2年ぐらいやってるかもな。2年ぐらいね、続けてきて、なんか視聴者さんとのつながりとかっていうものをなんか日に日に強く感じるし、なんかいろんなことをなんか聞いたら、なんかいろんな専門家がいたり、なんかいろんなことを教えてくれたりね。僕らが想像してる以上に、多くの人とかなんかいろんなことをやってる人がこういう鳥の中にはいると、でそういったところを鑑みて、これで何か面白いことできないかなっていうことで、そういったお店をやれてるところに置かせてもらうことによって、そう毎週ラジオで、例えば今週のお取り扱い店舗はこちらですってご紹介したりとか、あとはヒンクヌンクだったりとか私のインスタで
ストーリーしていただいたら起きましたよって、うん、それをリストーリーしたりとかして、その店舗の近くに住んでる人がここのお店の中の人にはコウヨトリさんがいるんだと思ってぜひねこう行ってほしいんですよ。なんか本を買いに行くっていうだけじゃなくって、ちょっとこう地元でつながりというか、コウヨトリさん同士がなんか近所であそこのケーキ屋さんで置いてんだって分かるだけで、なんかちょっとムフフってなるじゃん。分かる、ね、あそこのカフェにあるんだみたいなね、この本を通じてね、そういったことが全国で起きると、なんかいいんじゃないっていう、そしたらなんか本当全国の隅々本屋さん以外の場所にも本が置かれるっていうことが発生するんじゃないかと思って、すごくそれがねなんか面白いが何かにつながっていく、まだこうやってないからわからないんだけど、だからこう皆さんにもコウヨトリのみんなにも協力していただいて、本当にね一気にたくさん仕入れていただきたいというわけではなくって、ミニマム10冊からとかなので、ご自身がお店で販売できるっていう数を少しだけ置いていただく、それが本当に全国各地に散らばるだけでものすごく大きなこう輪ができるというか、そういうことを考えておりますっていうのが正体ですね。はい、時々それでだからさ、なんかたまに私たちはこう全国旅に行ったりするじゃん、寄っちゃったりとかねそれは全てにお約束はできないんですけど、お約束はできないから言うべきなのかどうか分かんないけど、でもそういったことまでできると面白いよなと思うよね、近くにあるなと思ったらさ、寄ったりできるから、そういうふうにコウヨトリさんと、お会いできたりする機会がもしかしたらあるかもしれない、そういうような企画を考えております、なのでもしお店を経営されたりとか、うちでもこの本をお取り扱いしてみたいなっていう方がいたら、ちょっと来週の、情報解禁に向けてちょっと考えておいてもらえると嬉しいかなと思います、ぜひ、ご検討いただけると嬉しいです。であとは私たちのホットなニュースで言えば、最近アリゾナに旅行に行って、で動画も出したんですけども、すごい好評というか、なんか皆さんからなんか熱いメッセージがいっぱい届いてなんかこうアリゾナのロードトリップってあんまりこうピンとくる人ってあんまりないと思うんだよね、なんかアリゾナに旅行に行ってきたって周りに言っても結構アリゾナって何あるっけみたいな感じで、こう動画とか出してもさ、そんな見てくれるかなっていうのもちょっと不安であったんだけど、景色だったりとかその場所の迫力だったりとか、なんかそういうパワーみたいなものを画面越しで感じていただけたのか、なんかすごくこう熱いメッセージをいただいて、なんかもうすでに 10回は見てますみたいな方もいらっしゃって、なんか本当にね、行ってよかったし、動画作ってよかったなって思える、そんなね旅でしたね。そうね、いやすごかったよ、俺らも最初さ、プロモーションでどうですかって言われた時に、フェニックス空港みたいなどこって感じだったので何すんのと思ったら、グランドキャニオンでしたね、聞いてびっくり行ってびっくりみたいな。いや本当にもうずっとさ、すげーとでけーしか言ってない気がするけど結構想像以上っていうかさ、行く前にこう一通り写真見るじゃん、グランドキャニオンでこういう景色見れますみたいな、写真と実物がこんなに違うなんか場所って結構、なんかアリゾナが本当ナンバーワンかもしれないと思って。そうね、なんか結構もどかしかったの、カメラ回しててもさ、なんか違うんよなっていうその自分の技術がないっていうことなのかもしれないけどやっぱなんか伝えきれないなっていう、なんか見たものと映ってるものがやっぱ違ったなっていう感覚だった。でも見てる人はさ、それでもすごいって思えてくれてるなら嬉しいけど、でも実物はもっとすごいってことだけはちょっと言いたいかな。いや本当にすごかったし、あとは私はもうセドナで忘れられない経験をして、なんかもうそこにいるだけ涙が出るなんて、泣いてた。人生で初めてすぎて、なんか景色に感動してとかじゃないんだよ。もうその場でなんかこう涙がブワーってちょっとうさんくさい感じに聞こえちゃうと思うんだけど、でも本当にこの衝撃の体験をして、なんかあなたがさ、涙はさ、感情がこう波打ってなんかその波としてブワーってきた涙が出るっていうじゃん、なんかそれをすごい体感したというか、なんか私あんまり日常で泣かない。だからなんかその食べてきた今までの人生の涙が全部ミョーって出たみたい
そうね。うん、いやもういまだにセドナの動画見るだけでなんかちょっとまた思い返して泣ける。そう友達にめっちゃ言ってるもん、マジでアリゾナいいよって本当に行ってってこんなに人に勧める旅行先初めてかも。本当？絶対なんか行くべきタイミングがあると思うからその時絶対行ってみたいな、そうアリゾナに呼ばれるよとか言って呼ばれるよみたいな。確かにタイミングはあるかもね。なんかタイミングがものすごく良かったのかなっていう、いやでも本当にすっごく良かったので、ぜひね気になった方も行きたいっていうコメントもめちゃめちゃあって、もう行きたいと思ったらねぜひ行ってみてほしい。でなんかコメントにもやっぱフェニックス経由ってめちゃくちゃやっぱり頭いい選択ですねみたいな、やっぱ LA 経由だともうイミグレで3時間とか待たされたりとかするって言ってて、やっぱりこう台湾から直で行くっていう、もうあれがねすごく良かったので皆さんにもね行ってみてほしいななんて、ここ数年の旅行のその記憶に残った旅行の中でトップ3にマジで入ってる私。次行くときは、あなたも車の免許持ってそうだよね、行ってほしいですね。もうちょっとさ移動さカットを使ってもよかったじゃないですか。あんだけね3時間とか運転してもらって、私もめっちゃ頑張っていっぱい撮ってたよ。ずーっと撮ってた。動画見たら5秒とか10秒ぐらいになっちゃう。そうこれがね動画のねあれなんだけど、じゃあ今週のお手紙読んでいきたいと思います。はい、ドイツ在住40代コウヨトリネームゆたんぽさんからのお手紙です。本購入しました。ありがとうございます。夏に一時帰国するので、その時に実家に届いた本を読むのが楽しみです。ミクさんのフィンランド一人旅動画が大好きで何度も見ました。ミクさんの思いを本を通してより深く分かることができればと思います。ミクさんと先生に質問というより、テーマの希望です。本の制作過程での苦労話や面白話、忘れられない思い出などを語ってください。それを聞いた上でお二人のことを思い浮かべながら本を読みたいですということです。ある？なんだろうな、苦労話、結構スラスラ書いてたよね。でもやっぱりなんだろう、帰ってすぐが結構バタバタいろんな国に行ったりとかしてて、執筆する余裕がなくって、ね、なんかそんなバタバタしてる時に書けないなと思ってちょっとどんどん先延ばしになっちゃって、本当に今年の3月から4月にかけて書いたんですけど、毎日なんかこう書けたかって言われて、何日まで書けたって言われてちょこちょこ確認されながら、あとはちょこちょこ私が書いてる時になんかこうアイス買ってきてくれたりとかなんかちっちゃなご褒美を与えられながら書いてたけど、どうだ、私間に合わないと思った。3月の末までに原稿を書かないと、もう本は出さないみたいなことを言われたんだよね。だってその夏にもう間に合わないって思ったから、その編集過程含めてね、あなたは夏まで出したいって言うんだったら、3月末までに原稿もらわないともう無理だよって言ったら、なんか火がついたって感じだったよね。そうでもやっぱ乗らないと書けないんだよね。乗ったらうわーって書くっていうか、そうやっぱエンジンかかるまで時間かかるタイプだよね。すっごい時間かかる、でその後だって絵もイラストもさものすごいいっぱい描いたし、でそもそもさ、その写真もさ、この本を出版する過程において、あなたが書いたものをソフトで編集して、でそれを印刷会社に本刷りって言われる、本番の印刷の前に一回色構成って言って、写真の色味とかイラストの色味とかを確かめるためだけに、そういったカラーページを、一旦仮印刷したものを確認できないけど、もう最初上がってきた時さ、画質は悪いわ写真は暗いわ、こりゃダメだっていう、初めてね、初めてやったから、だからもう全部写真もさ、何百枚300枚ぐらいあって、それを全部色調整し直して、イラストも書き直しして、しかもイラストの書き直し期間がもう3日以内みたいな。だからもうセドナ行く直前まで、もうセドナ行くギリギリまでやってたもんね。いや、そういうことあったよね。ギリギリ間に合って、でもね、僕はもうこの本に対する思いはもう全部後書きというか最後にも書いてるんで、ここで言うのも違うかなっていう後書き書いてくれたんですよ、私のやつを全部読んだ上で。そうね、だからそこを読んでくださいってことかな、私もね後書きに結構一番の思いみたいの込めてるから、ぜひね最後まで読んでほしいんだよね。
そうね。結構旅日記そりゃ本書くやつみんなそうでしょあとねこれって日記形式っていうか旅日記みたいな感じで何月何日みたいな風に書いていて、その日起きたこととか言ったこととか考えたこととか人とコミュニケーション取ったこととかっていうのをバーって書いてるんですけど、特に自分が好きな日っていうのは、タンペレにサウナ体験に行った日のお話と、あとやっぱコテージに行ってた3日間とか、あとはコテージから帰ってきた後の数日らへんっていうのも結構こう哀愁漂ってる感じというかあと皆さんが思ってる以上に動画以外のことを書いてるから、動画と同じような内容をこの中に詰まってるのかなと思いきや結構動画外って感じの。そうね。そうなんかねちょこちょこ YouTube の映像が浮かぶシーンもあるから、なんかそのシーンとそのシーンの間を埋めてくれるっていう感じで、そうそういかに動画に映ってるところが編集されたものなのかっていうことがよくわかるかもしれない。そう結構なんか意外と人とコミュニケーション、現地の人とコミュニケーション取ってるし、プチハプニングも起こってるし、体調不良にもなってるしね、まあまあまあ、そう動画とセットで楽しめる、そんな本になってるかなと思います。話せないよね。早くこう届いてさ、みんなから届いてさ、みんなの感想をもとにこうまた出てくるものがある。ネタバレ見たくなるじゃん。別にネタバレも何もないんだけどそうそう、まあまあまだもうちょっと時間をかけてもいいのかなとは思いますよね。多分、6月の10日頃に発送始まる、もうすぐじゃん。でもまあ本当6月中旬には皆さんの手元に初版の方は届くかなと、感想をねこうやってコメントに書いていただけるとね嬉しいなと思います。はい。またこの本についてのお話っていうのはまた来週とか再来週とか、またちょこちょこね話していこうかなと思います。はい。では次。東京都在住22歳コウヨトリネームほうきさんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。こんばんは。お二人が台湾に住まれていた時からほぼ毎日寝る前や癒しが欲しい時にミクさんの動画を拝見して元気をもらっています。そんなミクさん先生、そしてリスナーの皆さんにお聞きしたいことがあります。それは孤独を愛した先に何があるのかということです。私は今年の4月から社会人となり、学生の頃よりも自分で答えを出して行動することが増えたと感じています。例えばこれがわからないから〇〇に相談しようと思っても、学生の時なら何のためらいもなく聞いていましたが、働き始めてから思っていたよりも社会のスピードが速く、私が考えていることはちっぽけで貴重な〇〇の時間を奪ってしまうかな、〇〇も考えていることがあるしと思って、人とのコミュニケーションの取り方に孤独感を感じるようになりました。これは決して悪いことではなく、むしろ私も一人の人間として自己主張する大切さやビジネス上でのコミュニケーションを学ぶいい出来事と捉えています。これから先誰かと結婚したり友達といたりしても、この孤独感は続くとなると、孤独を受け入れた先にそれをどう楽しむか、マインドを整えていきたいと思っています。最近のミクさんが発売された本のテーマは孤独ということで、ミクさんや先生が孤独をテーマに考え事をした時、それはポジティブに働くものなのか、ややネガティブに働くものなのか、見解をお聞きしたいですということです。でもこれ結構本にもね書いちゃってるからね、あんまり深く言えないんですけど、なんかさ、この孤独っていうものがポジティブに働くのかネガティブに働くのかっていうことで言うと、多分どちらもあるよねっていう、そういう危ういものなんだと思うよね。でなんか孤独っていうものをちょっと哲学的な意味で言うと、自分に向き合うとかさ、そういった時間にはなると思うね。逆に感情でちょっと孤独っていうのはちょっと孤立みたいなイメージになると結構しんどいなと思う、その精神的にはね。確かにこのほうきさんのこのお手紙読んでると、孤独と孤立がこう混ざり合ってる感じなところも感じられる。そうだからその感情的なものなのか、そういう哲学的なものなのかみたいな、なんかこれをちゃんと自分の中で分けれてればいいんじゃないかなっていうか、気の持ちようで言うとポジティブに取れるものだと思うし、そう孤立とか、そういった感情的なことになると結構ネガティブなものかなと思いますね。
すごい解決。ちなみにね、俺はねこの前一人旅で福井県行った時に寄った永平寺とかで、ああ言ってた。まあ、仏教の教えとしては孤独っていうものは別に悪とはされてないんだよね、なんかむしろ自分に向き合ったりする時間として別に悪いものとはされてなかったと思うんで、自分の向き合い方次第かなっていうか、自分の捉え方次第。確かにそうかも。私もネガティブに考えられる瞬間もあるし、ポジティブな時もあるなと思って、あなたと本当言ってることがすごく腑に落ちたんだけど、私が一人旅をしてコテージに行った時にものすごく孤独感を感じたのは、それは孤立ではなくて孤独、自分と向き合うという意味での孤独を感じたのものすごく。でその時にその孤独を乗り越えた先には自由を感じられた。それは何なんだろうって思った時に、自分が自分としてここで立っている、生きているっていう実感、それを感じられて自由を感じて、孤独感っていうものが悪いものではない、むしろ自由というものを引き出してくれるものなんだと思って、フィンランドこの一人旅のテーマであるハッピーな孤独っていうところにこうグッと近づいた瞬間ではあったんだけど、確かに対人間とかなんか対社会に対してはその孤独と孤立がこう混じり合った時はもう確かにその時の自分のメンタルだったりとか、タイミングによってはすごくネガティブに感じたりとかポジティブに捉えられたりするから、やっぱりそこを切り離すっていうことはすごく大事なのかもね。孤独だとか思った時にそれは孤立なのか孤独なのかっていうのを冷静に見ること、そうするとその一個一個のそういう寂しいなっていう気持ち、一人なんだっていう気持ちが解決されていくのかもしれない。まあね、どこまでとって孤独なのかっていうことだと思うよね。社会に関わり始めてっていうことで多分会社員なんだろうと思うし、そもそも会社員って組織だから、その中でちょっと浮いたからってでも社会から見たら、いや社会の一員じゃんってね、この自営業フリーランスからしたら倍の人といいんじゃんって思っちゃうこともあるし、だからなんかそれはある種現代の孤立だよね、その組織にいるのに一人な気がするとかさ、結構その人によって人の一人称によってさ、なんかどっから見るかによってだいぶ感覚が変わるなと思うから、だからいい孤独と、悪い孤独が、あなたのこの一節目じゃないけど、孤独には旬があると、ね、それがどういうことなのか、最後読めばわかるかなとは思うし、そうね、でも本当孤独に旬があるんだなって思って、私、これ書いてて、この書き出しが孤独には旬があると思うっていう、あれなんだけど、そのずっと感じるわけではないから、ピンポイントで孤独だって思った時に自分がどうそれに対して向き合うのか、それにどう折り合いをつけていくのか、それは本当にライフステージが変わるごとに変わっていくと思うし、だから毎回楽しめるわけではないと思うよ。その時その時で対処の仕方が違うし、だから確かにそれが孤立なのか孤独なのかっていうのを見極める力っていうのはなんか身につけておいた方がいいのかなと思う。そこはごっちゃになるともうわけわかんなくなって、自分がそういう感情になってるのかわかんなくなって、うわーってこう感情が爆発したりとか、自分なんてって思ったりとかしてしまうことがあると思うから、その人間はさ集団で暮らす生き物なんで、そもそもは孤独とか孤立は嫌がる生物であることは間違いなくて、その中でどうしても孤独を感じることは人間なんであるわけなんで、その孤独が矢印が自分に向いてるのか、自分と向き合う時間なんだって思えるのか、なんか孤立してあの人がこうだから私はこう、あの人がだからっていう、そういうなんか矢印が他人に向いちゃうと視野が狭まっちゃうなっていう感覚があるから、難しいよね、うちなんでさ、もう答えはさ、できてないし探りなわけで、分かんないですけど、そんな悪いもんじゃないよっていうことだけはあるんじゃないですか。そうですね、では次行きたいと思います。東京都在住29歳コウヨトリネームシスさんからのお手紙です。インテリアや雑貨が好きでミクさんの動画を見始めてからミクさんの生き方や思想に共感しております。ミクさんと先生のおかげで好きを仕事にしたいという目標ができましたが、自分の好きを追求することは私の場合自己完結してしまうことでお金を稼ぐことにつながらないのではないかと思ってしまい、好きなことでお金を稼ぐイメージがつきません。
好きを趣味の範囲内でとどまらず、継続的に仕事にするためには誰かに届けたいという強い思いが必要なのではないかと思うのですが、ミクさんはどんな思いで YouTube を続けていますか？いやこれは本当最近考えてるホットなテーマっていうかさ、自分はどんな思いで YouTube 続けてるんだろうってつい最近結構考えたんだよね。このねシスさんからのお手紙読んでちょっと思ったことっていうか、最近考えたことは、その継続的に仕事にするために誰かに届けたいという強い思いが必要なのではないかと思うのですがっていうところがあるんだけど、蓋を開けてみればこの6年間誰かになんか届けたい思いっていうのは正直言うとあんまりなかった。最初の本を書いた時もそうなんだけど、私は自分の言葉とか発信で人を変えたいとは思ったことがない。自分が発信してることで気づいたら視聴者の皆さんがそれに影響を受けて変わりました、なんかこう人生がうまくいきましたとか、こういうものが好きになりましたっていう報告をもらえることはすごく嬉しい。でも自分から誰かの人生を変えたいと思って発信したことは本当に一回もないというか、誰かに影響を与えたいって思ったことは正直ない。だからこそ続けられてるのかなっていうのはなんか最近考える。なんかちゃんと説明しないと結構わかる、冷たく感じると思うんだけど、なんて言うんだろうな、いや俺もねこの相談文を見て、で別になんか俺はあなたの今言った答えの真意を理解できてると思うんだけど、ただその今の言葉だけを聞くとすごく語弊を与える感じがするよね。わかる。俺なりの答えを言うならば、あなたの動画はさ、例えば誰かに届けたいっていうよりも自分が本当に欲しいものをいや本当そう買ってるから、本当にお金儲けしようと思ったらもっとやり方いろいろあって、あんまりね、別に偉いことをしてるわけじゃないから、そう偉いことをしてるわけじゃないんだけど、なんていうのかな、そう自分が本当に好きなものは稼ぐっていうよりも使ってるし、だからそのお金を払うキャッシュポイントが分かるし、言い方が本当に難しいんだけど、仕事のために買ってないんだよね。仕事のためだけだったら明らかに割が合わない経理をやってる身からするとね、何か動画を作る時にここに行きたい、私はここに行ってこういう動画を作りたいとかっていう時も、あまりにも予算が合わない時はバトルが起きるんだけど、でもやっぱり私が純粋に自分の内側から行きたいっていう、他から影響されてとかさ、これがバズるからとかそういうことではなくて、自分が本当にやりたいっていうことを真剣に伝えたら折れてくれるとか、そこにかけてくれたりする。でそれってこういうシスさんのお手紙を読んだ時に、誰かに届けたい強い思いというよりかは、自分がやりたい、自分がこういうことを言いたいっていう自分ベースで発信していて、そこに気づいたら共感してくれる人が現れたっていうのが結構正しいっていうか、その自分の6年間で感じたことなんだよね。だからこういう共感を得たいと思って発信したことは一個もなくて、その時にリアルに思ってることをリアルに伝えちゃうから、それで同じような状況にいる人が気づいたら共感してくれる。それはすごくありがたいと思ってるの。伝わるかなで伝わってるとは思うんだよね。なんとなく今までのうちらの話とかもさ、みんな聞いてくれてると思うかな。そういう自分の素直な、何の計算もないっていうのも変なんだけど、そういう心が届いてるのかなって、だから継続できてるのかなって思うし、自分のメンタル的にもね、人のために常に動いてると自分で舵を切れなくなっちゃう時があるから、それはすごく苦手でっていうか続けられなくって、自分で舵を切れてるからこそ続けられててそれがシスさんが聞きたいことは別のことなんだろうけど、でも分かんないけど、そういうところが結局好きを趣味の範囲内とどまらず継続的に続ける、ましてや仕事にするっていうことにつながっていくんじゃないかなと思うんだけど、誰かのためにっていうよりはまずは自分のためにっていう思いから、それがさ、そのリアルな商売とネットの違いはあるかもね、ネットはさ、やっぱある程度自分の好きな思いでやっても、共感してくれる人が絶対どっかにいるっていう
良さはあるじゃん。もしかしたらマーケットをさ、それちゃんと理解した上で、こういう人が多いからこういう人のためにって、それは大事ね。それはさビジネス基本じゃん。基本。ある種あなたの方が特殊なゲームをしてるだけであって、ことネットはね、これ誰かいるっていうのがポコポコって手が上がるような環境だからね。だからまあ全然いいアドバイスになってない可能性あるけどそうかな。まあネットはわがままが聞くよねっていうことなのかもね。自分も途中でどんな思いで YouTube 続けてるんだっけとか、やっぱ考えることってすごく多くて、それですごくこう自問自答することが多かったし、今でもたまにあるんだけど、でもやっぱなんかね、この本を書き切った時、そしてその後にもう本当につい最近アリゾナに行った時になんか自分の中の覚悟が決まったというか、その今までやってきたことを肯定しつつこれからもやるぞっていう覚悟を決めることができたというか、自分のやってることに自信が持てるようになったかなみたいなのはあるかも。ちょっと全然シスさんと違うと話がずれちゃってるかもしれないんだけど、好きを仕事にするっていうのは本当そういう葛藤も含めてもうすっごく大変で、だからお金を稼ぐイメージがつきませんっていうのもすごく理解できるし、まあね、難しい。でも継続的に仕事をするためには誰かに届けたいって思いがあってももちろんそれも大事。私だって別にまああるっちゃある。いやまああるとは思うよ。あるっちゃあるけど、自分で舵を切るっていうことはちゃんと忘れないっていうことが一番継続するっていうことに対して重要なのかなって思う。なんやかんや言われても私はこれをやりたい、これを言いたいと思う気持ちが次に続くよそういう強欲さみたいなのってめっちゃ大事。それなくなっていくから、本当最初はめっちゃあるけどどんどんなくなっていくの。だからそれをどこまで持てるかでやっぱ続けれるか途中でやめるかって決まると思ってる。めっちゃ自分のこと肯定して、でもちょっとわかるでしょ。そうね、言わんとしてることがすっごい元も子もない。なんかさ昔も言った気がするんだけどさ、やっぱね仕事とかっていうのはモチベーションでねやっちゃダメだなって思うんだよね。お前もなんか言ってたよね。いやそれはねなんか最近ねマッチョの選手言ってたけどね、なんでそんなに筋トレ頑張れるんですか、モチベーションなんですか。いやモチベーションでやってないっすっていうかっこいいみたいなでもモチベーションでやってないですとか言いながらも、絶対これを達成したいとか俺はこれがっていう欲があるはずなんですよ。そうね、絶対そこに欲って超大事だから。でも逆に言うとさ、あんたもさ強がってるだけかもね。誰かのためにってよりも私がやりたいだけですって、いやかっこいいって思われたいって確かにいう心があるのかもしれない。あるかもしれない、でもそれでもいいのそれが私の原動力だから私は誰かに食べときたいなんて思っていません、でも結果的に届いたら嬉しいですとかいうこのかっこつけで生きてんだ。そうね、本当はね、本当はみんなにねすごい言われたいみんなのなんか人生に影響したら嬉しいとか思うことはもちろんさ、ある瞬間もあるんだけど、そうね、だから質さに足りないのはもしかしたらそこかもね、はったりとかはったりとかもう欲とか根拠のない自信とかね、足りだよな。はったりと強がりでそうだよやってアリゾナでブワーって泣いたりするんだブワーって泣いたりするのがそれが人間味になるんじゃない。継続的に仕事してるのも意地だよっていうね。いや本当そうだよ。そういうことだよね、なんかやってやるぞってやったるぜって、もうちょっとわがままでいいんじゃないっていうアドバイスでいいんですか。そうですね。だからそういうぐらいわがままじゃないとこういうふうにこのぐらいわがままな人がうよよいるような、例えばこう好きを発信するっていうのはそういう世界ですからね。まあそうね、少なからず人を蹴落とす蹴落としたりはしないけどでもなんかそういう渦巻いたところに入るわけですから、そのインテリア雑貨でさ稼いでる人もいるわけだからね。自分の好きを否定されたりとかする瞬間だっていっぱいあるわけだしさ、自分がいいものをさダサいって言われたりするかもしれないし、なんかそういうふうに思うのもどれだけはったりじゃないけど何クソみたいな私はこれが好きだからいいんですぐらいの気持ちでやれるかっていう、なん
かそういうのが結局生き残る技術じゃないんだよね。生き残るってなんか継続するって、どんなにさ洗練されたものを作れたとしても、結局心がポキッと折れたらやめちゃうわけで、難しい。まだよ、私よく分かってないそうね。いや本当ね、たまたまが重なってるだけですから、人生というのは、本当にそう思いなさい。たまには、自分の力って思うかもしれないけど、偶然がいろいろ重なって、最近自分の力だけとは思わない、いろんな人の力と思うんだけど、いやでもやっぱ自分とかあなたと一緒にとか周りと巻き込んでとか、僕はもう本当に皆さんを思って本当にラッキーを掴んでるなって日々思ってます。こいつはい、では今週の最近土曜ラジオは以上です。引き続き、最近土曜ラジオでは私たちへの質問、相談、トークテーマなど随時募集中です。コメント欄に声よとりネーム、そして年齢、居住地を書いてお手紙いただけると嬉しいです。皆さんこちら一人旅するフィンランド、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。